球探索鉄道花咲線。遥か古代の自然を残す花咲線沿線。車窓からは日本とは思えない果てしない絶景を見ることができます。その絶景の特徴の一つが湿原。実はこの花咲線沿線は日本でも有数の湿原が集中する地域、いわば湿原の王国なのだとか。それは知りたい、見てみたい。そんな今回の私の旅はこの絶景を作る神秘の湿原に迫ります。JR 釧路駅で列車に乗り込み、いざ出発。釧路駅を出てほどなく、列車は大自然の中へ。さあ、湿原は見えてくるのかな？さて今回湿原の謎を解き明かしてくれるのはこの方、藤田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。列車は湿原の中入ってきました。この湿原はベカンベウシ湿原という北海道で2番目の面積の大きな湿原です。日本の湿原面積の9割近くが北海道にあります。釧路から根室にかけての道東地域が一番湿原の数も多いし、面積も一番大きくなります。そういう意味で言うと湿原王国です。ラムサール条約の登録湿地になっています。湿原を守るための国際条約なんですけども、この辺りだと5カ所が指定されています。釧路湿原ですよね、一つは。それからここ厚岸湖とベカンベウシ湿原、それから霧多布湿原と春国帯、それから野付半島と、野付湾ですね。なかなか5カ所もこう固まってあるところって少ないんで、とっても湿原が多いっていうことがそれからもわかるかと思います。地球の湿原は1970年から比べるとその面積は約半分になってしまったのだそうです。現在日本にある湿原の全面積の 86% が北海道にあり、その中でも花咲線沿線は特に湿原が集中して残っている地域。それはまさに湿原の王国。さて列車は湿原を抜けて茶内駅に到着。ここは霧多布湿原。四季折々いろんな花が咲き誇るとても美しい湿原なのだそうです。
藤田先生、ここはさっき列車から見た湿原とは雰囲気が全然違いますね。違いますね。ここは霧多布湿原という浜中町の海岸に広がる湿原で、ご覧のように草原状になっています。先ほどのところは海水が入ってくるちょっとしょっぱい塩性湿地だったんですが、この辺りはそういう湿原ではなくて草原状になってます。でこの霧多布湿原は花の湿原と呼ばれてまして、綿菅とかエゾカンゾウとかヒオウギャヤメ、タチギボウシとか本当にたくさんの種類の色とりどりの花が初夏から咲きます。ちなみに今は秋なんでもうちょっと茶色くなってますけども、秋は秋でちょっと風情があっていいんじゃないですかね。かっこいいじゃないですか。ほらこれオジロワシですよ、あっちが。でゾシカがそこに3頭います。メスですね。先生、この辺りは湿原の端っこになるんですか？そうですね、上流部の端っこです。あそこに変わったものがありますね。あれですか。これはヤチボウズと言います。ツゲの仲間が生えていて、それがこう成長しながらだんだん上の方に伸びてくるんで、こういう山形の小山のようなものが出来上がるんです。何年もかけて。先生、はい。私たちが立ってるこの湿原の下ってどうなってるんですか？ねえ、どうなってると思いますここちょっと湿原のへりなんですけど、もっと真ん中の方に行くと、数メーター植物の遺体を元にした泥炭という土が堆積してます。そうやって少しずつ泥炭が堆積して今の湿原ができています。1年に1ミリ以下ぐらいって言われてますけど、場所によって堆積速度は違うので一概には言えないですけど、ちょっとずつです。この湿原はだいたい3000年から4000年ぐらい前から形成が始まったと言われているんで、その3000年分とか4000年分の泥炭だったり堆積物が私たちのいる地面の下に眠っているような状態です。今から約7000年前はこの辺りは海でした。で、地球が非常に暖かかった時期で、海がずっと奥の方まであったんですよね。で、湿原はその後一番暖かかった時期から今度は海帯と言いますけど、海が退くって書くんですが、だんだん寒くなっていって、だんだんこう海が退いていく。その時に浅い海だったところが埋まってってできたのが湿原です。次第に海が退いていく時に沼になったりとか、上流から物が流れてきたり、そこに湿地性の植物が生えて泥炭が堆積したりしながら堆積してって湿原ができたということです。なのでとっても長い時間をかけて今の状態になってます。湿原は枯れた植物が過剰な水分により不十分な分解のまま堆積し、泥炭となって何千年も積もり重なって形成されます。途方もない時間をかけてできた地層からは、噴火や津波などさまざまな自然史のイベントを読み解くことができるのだそうです。湿原はいろいろなことを教えてくれる存在でもあるのです。さて、次に向かうのは落石岬湿原。とても貴重な湿原なのだとか。湿原は太平洋に突き出た落石岬の上にあります。
草原を抜けて木道は森の中へ。見ていただいて分かるように赤エゾマツという針葉樹の湿生林になります。これも湿原の一種です。霧多布湿原と全然違いますね。違います。ここはちょっと特別な湿原なんで全然景観が違います。この落石岬湿原というのは断崖絶壁で囲まれた落石岬の真ん中にあります。この中に川はありません。川がないのになんで大地の上に湿原ができたかっていうと、ここがすごく夏場霧が出て気温が上がらなくて寒い気候なんですよね。で霧は水も運んでくるんで湿った環境になって湿地が発達したということです。特別な場所になります。これまでの、調査によって1万3000年以降よりも古い時代からここができたということが分かっています。つまり氷河期にもう湿原化していたところなんです。なので海の海水面が上がったり下がったりっていうのの影響を全く受けていません。そういう意味でもすごく特別感のある珍しい湿原になります。先生、日本でここだけにしかない植物があるって。ありますあります。堺ツツジと言います。赤色のツツジ科の植物で、ちっちゃな花をつけるんですけども、日本でここにしかありません。で北方の植物なんですが、日本ではここにしかなくて氷河期の生き残りの植物と言われています。氷河期の頃は全道的に寒くてツンドラみたいな植生が広がっていたんで、多分あちこちに堺ツツジは生えていたと思うんですが、その後だんだん暖かくなってきて周りの場所に生えてたものは絶滅したんですけど、この落石岬は非常に寒冷な気候だったのでここで生き残ったということです。灯台が見えてきましたよ。雄大でしょ。雄大です。なかなかない景色だと思いますよ。先生、どうして花咲線沿線にこんなに素敵な湿原が多いのですか？もともと冷涼な場所なんで湿原ができやすいっていうことが一つですね。それからすごい寒いところなんで開発が遅れました。湿原がやっぱり手つかずのまま残ったっていうことだと思います。ここは本当に奇跡的に自然が残ってるんじゃないかなと思います。湿原の中には泥炭やそれから火山灰を主とするようなミネラル分が堆積しているんで、それから溶け出した栄養分というのは最終的に海まで行って海でいろんな生き物の栄養になってます。この地域は陸と海がつながった形で人々の生活も含めて大きな生態系として成り立っている場所で、この自然をやっぱり末永く残していきたいなと思います。一度壊してしまうと人間の手では作り直すことは不可能です。絶対にできないです。何千年もかかってできてきた湿原ですから、壊してしまうのは一瞬なんですけど作り直すことはできないので、やっぱり今残ってる湿原をみんなで大切にした方がいいんじゃないかなと私は思います。湿原は壮大で美しくて優しい存在です。
最果てのこの地で途方もない時間をかけて作られた湿原は今もたくさんの生命を育んでいます。そんな大切な自然がたくさん残っているのが根室地方。やっぱりここは湿原の王国。残していかなければいけない大切な王国なのです。地球探索鉄道花咲線。